皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は料理の話をしていこうと思います。クッキングです。料理の話なんですが、皆さん普段料理はしますか？または料理好きですか？それともウーバー頼んだり外で食べたり、あまり料理をせずに生活していますか？あまり料理が好きでなくても、毎日毎日外食って人は少ないかと思います。で今回は、日本の家庭料理とか日本で料理をする場合はこういったものをよく使うよみたいなのを紹介しながら、私が好きな料理とかそういうのも話していけたらなと思います。でもし日本食に興味があって日本食を家で作りたいって思う人は、いくつかね必要な調味料とかもあるので、そういうのを買ってみてぜひ料理してみてほしいなって思います。あとは料理に必要な単語とかもたくさん出てくると思うので、ぜひね料理好きな方はこのエピソードを聞いてもらえたらなって思います。では早速ですが、料理について話していこうと思います。ではですね、まずはほとんどの日本食とかほとんどの日本の家で作る料理で使われる調味料があります。その調味料、スパイスとかそういうのが5つあります。5個あります。で、それをまず紹介しようと思います。で、皆さんひらがなを勉強したことがあったら、さしすせそってわかりますよね。あいうえおかきくけこ。で、その次がさしすせそです。で、大体料理の調味料はこのさしすせそで表すことが多いです。で、まず、さですね。一つ目が砂糖です。sugar です。砂糖。で、二つ目、しが塩です。salt ですね。で、その次、すが酢です。そのまま。ビネガーですね。酢。その次、せが醤油です。ソイソースです。で、最後のそが味噌です。なので、砂糖、塩、酢、醤油、味噌、この5つが日本料理で本当によく使われる基本的なものだったりします。で、あとここには出てきてないんですけど、料理酒っていう料理に使うお酒があります。料理酒っていう名前でスーパーに売ってたりするんですけど、これもね、本当によく使います。あともう一つはみりんっていうものです。みりんは液体なんですけど、甘い液体です。なのでちょっと味付けをするときに、砂糖じゃなくてみりんを入れたりします。砂糖、塩、酢、醤油、味噌、料理酒、みりん。合計でこの7つが本当に毎日使うんじゃないかなってぐらいよく使う調味料です。なので、これから日本食とか日本の家で作る料理をたくさん作ってみたい、いろいろ試したいっていう方は、この7つですね。この7つの調味料を揃えると、いつでもどんな時でも困らずに日本の料理が作れるかなって思います。で、多分近所に大きいスーパーがあったら大体売ってます。なんか日本食とかアジアの調味料とかそういう食べ物が売ってるコーナーに大体あります。で、やっぱりアジアの外、アジア以外だとこれらをね、たくさん使う料理って少ないと思うので、塩とかはもちろん当たり前ですけど、醤油とかみりんとかね、そういうのあまり使わないと思うので、少し値段が高いと思います。なんですけど、あったら本当に便利なので、日本食たくさん作りたいっていう方はね、ぜひ買って、いろんな料理に挑戦してみてほしいです。で、日本に住んでいてよく料理するっていう方も、もうこの今紹介した7つは絶対家にあるかなって思います。なくなったらすぐ買い足すぐらい、本当に必要なものかなって思います。で、あと胡椒もありますね。胡椒はここに入ってないけど、本当によく使います。塩、砂糖、胡椒とかは、どの国でもどんな料理でも、たくさん使うものかなって思うので、もし買い足すってなったら、醤油、みりん、料理酒とかかなと思います。あとは酢とか味噌ですね。これらはぜひ買ってみてください。で、皆さんだと
家で作る日本食っていうのはどんなものを思い浮かべますか？または作ったことがあったらどんなものを作ったことがありますか？まず一番最初にすごく簡単で、私が思い浮かべるものだと、卵焼きっていうのがあります。卵焼きは本当に卵だけを使ったシンプルな、朝ごはんでも昼ご飯でも夜ご飯でもよく出てくる簡単なものなんですけど、卵をまずこう箸でガーって混ぜて、で、フライパンに流します。で、それをくるくるくるって丸めて、また次の層、2回目卵をね、フライパンに流して、またそれをくるくるくるって丸めてっていうのを3回とか4回とか繰り返します。で、そのくるくる卵を薄く広げて丸めたものが卵焼きです。で、これは何の味付けもせずに、本当に卵をシンプルに混ぜて、フライパンで焼いて終わりっていうのもあるんですけど、いろんな出汁を入れて作ったり、またはちょっと甘くしたい人は砂糖を入れて作ったり、あとはチーズを混ぜたり、明太子って言ってちょっとピリ辛のものがあるんですけど、魚の卵ですね。その明太子を混ぜて、明太子の卵焼きを作ったり、あとはその卵焼きをすごくふわふわとろとろ、半熟みたいな感じで作ったり、しっかり焼いたものを作ったりって、いろんな卵焼きがあるので、皆さんもね、ぜひ自分の好きな調味料とか、自分の好きなちょっとした具材を入れて卵焼きを作ってみてほしいです。私もね、なんかあんまり料理とかしたくないけど、ちょっと何か食べたいな、小腹が空いたなってなったら卵焼きを作ったりします。卵焼きとご飯ちょっと。でも完成みたいな感じです。卵焼きは本当に何でもアレンジし放題なので、ぜひね、皆さんやってみてください。で、完成形を見たら、薄い卵をくるくる回すのって難しいって思うかもしれないんですけど、私もね、最初はそう思ってました。でも意外とね、やってみるとできます。なので皆さんも一度ぜひ挑戦してみてください。もし何も味付けしない場合は、醤油をつけて食べるのが私はおすすめなんですけど、このタレとかソースも人によって好き嫌いとか、人によっていろんなアレンジソースとかもあるのでね、ぜひ YouTube とかで調べて、TikTok とかでいろいろ調べて、作ってみてください。めっちゃ簡単です。朝ごはんにも大丈夫だし、昼ご飯でも夜ご飯でも、なんかお弁当のちょっと彩りとして、卵焼きっていうのはよくあります。では次ですね。次、これももうみんな大好き、子供たちももう爆食いしてしまう日本の家庭料理かなって思うんですけど、それが唐揚げです。唐揚げっていうのはチキンを油で揚げたものです。味付けされたこうパウダーで一応くるんで、パウダーで味付けして、で、その後に油で揚げます。これがもうめっちゃうまいです。もううますぎます。で、これは外で唐揚げっていうのもたくさん売ってる、レストランでも売ってるし、なんか屋台とかでも売ってるし、家でもね、よくは食べないですけど、たまに食べると本当に美味しいです。で、よく食べない理由なんですけど、まず油で揚げているっていうので、めちゃくちゃカロリー高いので、食べ過ぎは注意ですね。で、あと、もしお母さんとかお父さんに唐揚げ食べたいって言ったら、油で揚げるのがすごくめんどくさいんですね。時間ちょっとかかるし、あと、その油で揚げた後の油の処理とか、キッチンをきれいにするのとかめんどくさいので、唐揚げめんどくさって、言われて、子供はね、よくたくさんを食べられないっていう場合もあるかもしれないです。でもたまにだからこそ、その唐揚げのレア感とか、うまさがよりこう引き立って、「うんま！」って叫びたくなるぐらいになります。で、この唐揚げ粉っていう唐揚げに味付けをするパウダーとか、いろいろ調味料が入った粉があるんですね。で、チキン買ってきて、その粉の中にチキン入れて、ちょっとこう味付けして、で、油で揚げるっていうほんとにシンプルなんですけど、その粉、唐揚げ粉っていう粉もいろんな味付けがあります。なので、ちょっと時間かかるんですけど、皆さんの好きなやつがあればね、探して、で、やってみて欲しいです。もし、なんか近くのスーパーで売ってるとか、アマゾンで買えるよっていう方は、唐揚げ粉って調べてみてください。じゃあ、いろんな唐揚げ粉が出てくるので、どれか一つね、安いものでもいいので、それを買ってみて食べてみてください。で、ちなみに私の好きな唐揚げ粉は、日清の、香ばし醤油味っていう、またちょっと動画だったら画像貼っとくんですけど、これがマジでうまいです。日清の唐揚げ粉、もう本当に美味しい。美味しすぎます。
こんなものが存在していいのかって私は思うぐらい美味しいので、もう皆さんに一度ぜひ食べてみてほしいです。本当にこれさえあれば、なんか辛い日があったとしても、これを食べればすぐ元気になれます。私はそのぐらいこの唐揚げ粉と、この唐揚げにはパワーがあるなって信じるぐらい、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さん一度食べてみてほしいです。で、唐揚げが日本の子供とかみんな大好きなものかなって思います。で、次ですね、よくあるのがハンバーグです。ハンバーグって聞いたことありますか？ハンバーガーではないです。パンとかレタス、トマトにと、あとお肉で挟まれたのはハンバーガーですよね。でもそのお肉だけ、ハンバーガーに挟まってるお肉だけを料理として食べるんですけど、それをハンバーグって言います。で、これがね、日本の家庭料理でもう大人気だし、もうみんな大好きだし、いろんなアレンジもできるし、もう全員におすすめしたい、一度作ってみてほしいのがハンバーグです。で、まあ、これはいわゆる牛肉のミンチっていう、なんか細く細かく砕かれたもの、それをこう手で混ぜていっぱいこねて混ぜて、で、これも、フライパンで焼きます。丸く手でこねて、こねるっていうんですけど、丸くして、で、それをフライパンで焼きます。ただそれだけなんですね。で、そこにポン酢をかけてもいいし、醤油をかけてもいいし、マヨネーズとかケチャップをかけてもいいし、あとはソースをかけてもいい。お好みソースっていう、なんか茶色っぽい黒っぽいソースがあるんですけど、そのソースをかけてもいいし、何でもありなんですね。で、これがめっちゃ美味しいです。もう本当に美味しいです。まあ、牛肉なので、たまに豚肉とか牛肉と豚肉が混ざったやつとかいろいろあるんですけど、これマジで美味しいです。で、これもいろんなアレンジがあるんですね。例えば、チーズを中に組み込むとか、チーズを上に乗せて、チーズハンバーグにしたり、あとは、私はチーズを乗せて、その上に目玉焼きを乗せるのもめっちゃ好きです。ハンバーグの上に卵、目玉焼きをトッピングするっていうのもあるし、あとはそのハンバーグの中に何かちょっと隠し味みたいな感じで、こう入れたりっていうのもあると思います。でもこれが本当に美味しいので、ちょっと時間はかかるんですけど、作り方とか材料はシンプルなので、ぜひ皆さんにも一度やってみてほしいです。それやったらパンと挟んでハンバーガー食べたくないって思うかもしれないんですけど、この肉だけ食べるっていうのもめっちゃ美味しいし、すっごい日本人というか、私は日本の家庭料理を思い浮かべるので、挑戦してみたい方はぜひ一度ね、レシピとか調べてやってみてほしいです。で、次、これはもう絶対欠かせないなって思うのがカレーです。日本のカレーです。インドのカレーとか他の国のカレーとは違って日本のカレーです。これはね、もう学校の給食とかでもあるし、カレー屋さんがどこにでもあるし、みんな大好きカレーです。これはね、作るのにちょっと時間はかかるんですね。1時間、2時間とかかかるんですけど、一度に大量に作ることができるんですね。なので多分、日本人ならいろいろ経験してると思うんですけど、ある夜の晩ご飯、夜ご飯がカレーだったら、その次の夜ご飯もまたカレーとか、で、3日目の夜もまたカレーみたいな感じで、たくさん一度に作って、もう次の日もその次の日もカレーを食べるっていうのがね、日本人なら、日本で育ったなら一度は経験してるんじゃないかなって思います。で、私もこれはよくありました。でもカレーはカレーでもいろんなアレンジができて、日本の普通のカレーっていうのは、そのカレーのルーと、あとはご飯です。それを一緒に食べます。これが一番基本ですね。で、そのカレーの中に、人参と玉ねぎとじゃがいもと、あとカレーのルーも味付けされたやつがあって、それを混ぜて作るんですけど、多分これが基本ですね。あとは好きなお肉、チキン、鶏肉でも牛肉でも豚肉でも何でもいいので、好きなやつを入れて作ります。で、これがベースなんだけど、隠し味としていろんなものを入れたり、あとはそのカレーができた後に上にチーズをトッピングしたり、好きな具材、ソーセージ、ウインナーとかをトッピングしたり、唐揚げをね、カレーにトッピングするっていうすっごいもうカロリーは高いんだけど、めちゃくちゃうまいトッピングをしたりとか、いろいろあります。で、そういうカレー、いろんなアレンジができるのがカレーで、ま、基本的にはご飯と一緒に、お米と一緒に食べるんですね。でもそれ以外にもカレーうどんって言って、うどんとカレーを食べたりします。なので私が子供の時によくしていたのは、
1日目はご飯とカレー。で、2日目はうどんとカレーで、カレーうどんをよく食べていました。またはうどんがない時はパンをつけてカレーにつけて食べたりとかもできるので、カレーはカレーでもいろんなアレンジというか、いろんな組み合わせができて、何しても美味しいので、作り置きみたいな感じで、毎日料理するのめんどくさかったら、一度にたくさんカレーを作って、それを数日間分けて食べるっていうのもすごくいいし、カレーっていつ食べても美味しいので、全然飽きないと思います。私は飽きないですね。毎日そのご飯とカレーとかだったらもしかしたら飽きるかもしれないですけど、今日はパンとカレー、今日はうどんとカレーとか、今日はそばとカレーとか、本当にいろいろできるので、皆さんもね、ぜひやってみてほしいです。で、カレーのそのルーですね。これは本当に世界どこでも売ってる気がします。私が今まで行った国とか、結構田舎の都市でもカレーのルーって売ってたし、特に家族が多い人とかはおすすめです。一度にたくさん作れるので、ぜひね、やってみてください。で、次ですね。日本人が日本の家庭料理って聞いて思い浮かべるもの、結構ランキング上位なもの、それが肉じゃがという料理です。初めて聞いたっていう人もいると思います。なんでかっていうと、肉じゃがをレストランとかで食べるってあんまり聞かないです。あんまりない気がします。でも肉じゃがは日本の家庭料理、すごく定番、すごく有名。みんなね、食べたことがあるっていうものです。で、肉じゃが、何かというと、肉ですね。だいたい牛肉と、あとじゃがいも、ポテトですね。じゃがいもと玉ねぎ、人参、あと白滝っていう透明の麺、ヌードルがあるんですけど、それを一緒に混ぜた料理です。で、この肉じゃがですね、そのめちゃくちゃ美味しい、もうみんなが好きみたいな料理ではないです。でも、なぜか日本の家庭料理って聞くと、いつも肉じゃがが頭に思い浮かぶし、肉じゃがって思う人、そういう日本人も多いんじゃないかなって思います。で、これは至ってシンプル、そんな特別な何か材料を使ってるわけじゃないので、皆さんもね、すぐに作れるかと思います。なので、シンプルな料理が好きっていう方は、ぜひ一度肉じゃが作ってみてください。で、その次、めっちゃこれもシンプルなんですけど、生姜焼きっていうのがあります。で、生姜焼きっていうのは本当にシンプルで、まず野菜としてキャベツがあります。キャベツを細かく千切りって言って、本当に細く小さく千切りにします。で、だいたい豚肉を使います。生姜焼きなので、生姜で味付けして、そこにさっき調味料で紹介した料理酒、そしてみりん、醤油、これを一緒に混ぜて、豚肉を味付けします。で、あとはフライパンで焼くだけです。これが生姜焼きで、これもなんかすごく定番で、作るのも簡単で美味しい、いつ食べても美味しいものかなって思います。日本の料理、醤油とかがたくさん使われているので、もし醤油があんまり好きじゃないって人がいたら、結構日本料理、難しいかもしれないんですけど、好きならね、ぜひ一度試してみてほしいです。生姜焼きはいつも豚肉ですね。豚肉を使ってやります。めっちゃシンプル。毎日食べたくなるような食べ物ではないんだけど、たまに食べると、うわ、うまってなります。私個人的にはそうなので、皆さんもね、一度ぜひ作ってみてください。で、次ですね。次はキノコパスタっていうのがあります。で、パスタって時点で、日本オリジナルではないんですけど、キノコはキノコでもマッシュルームではなくて、椎茸とか、舞茸、エリンギとか、えのきとか、日本には本当にたくさんのキノコがあるんですね。で、そういうキノコをもう全部混ぜます。家にあるキノコを全部混ぜて、醤油とバターで味付けします。で、あとは塩とかで味付けして、辛いのが好きな方は唐辛子をちょっとパスタと一緒に混ぜて出来上がりです。で、この和風きのこパスタ、私めっちゃ好きです。パスタの中でも上位に来るぐらい、本当に好きで、たまにパスタ食べたいなって思ったら、このきのこパスタを作ったりします。なので、キノコとパスタ、って思う人も、もしかしたらいるかもしれないです。マッシュルームだったらわかるけど、なんかマッシュルームのクリーミーパスタみたいなんだったら食べるけど、その他のなんかよくわかんない、聞いたことないキノコと
醤油バターって思うかもしれないんですけど、ぜひ一度やってみてほしいです。めっちゃ美味しいです。私はね、個人的にはすっごく好きなのがキノコパスタです。で、パスタっていうので日本的な料理ではないんですけど、日本ではいろんなキノコがあるので、それを混ぜてアレンジした日本風のパスタがあるので、ぜひ、普段パスタよく食べるって人はね、和風キノコパスタって調べて、ぜひ作ってみてください。では、最後ですね。最後の日本の家庭料理とか料理でおすすめしたいのが、炊飯器、ご飯を作る機械ですね。丸い機械あると思うんですけど、それを使った料理です。で、これがない場合はちょっと大変かもしれないんですけど、これがある方はね、このライスクッカー、炊飯器って本当に便利で、思ってる以上に役に立ちます。で、いつもご飯炊く以外、ご飯を調理する以外使ってないって人もいるかと思うんですけど、ここにキノコを入れたり、鮭を入れて醤油とかいろいろ味付けしたら、もうそれだけで料理一品完成なんですね。で、日本で有名なの、炊き込みご飯っていうのがあります。で、炊き込みご飯っていうのは、そのご飯を炊く時ですね。ご飯を調理する時にキノコとかちょっと味付けをつけて、1時間とかその間放置すると、もうすっごい美味しいきのこご飯みたいなのが出来上がってます。きのこ以外にもたくさんあるんですけど、白ご飯、白米とは違う味のついた美味しいご飯が出来上がります。あとはなんか余り物があったらご飯と一緒に混ぜて、炊飯器でもうスイッチポチって押すだけですごい美味しい料理一品出来上がったりするので、炊飯器を使った料理っていうので一度調べてみてほしいです。本当にいろんな料理ができます。で、炊飯器ポチって押すだけなので、その料理をする時間とか手間が省けるので、これはあまり普段時間がない人、あまり料理が好きじゃない人、得意じゃない人にめちゃくちゃおすすめしたいです。で、炊飯器持ってないよっていう人は、そのご飯を炊く時、鍋とかでご飯を炊く時に一緒に野菜とか、なんかあるものを入れてみて、ちょっと料理してみるっていうのもいけるんじゃないかなって思います。私はそれをやったことがないので、100%成功するかはわからないですが、もしね、挑戦してみたい方はぜひやってみてください。以上、いろいろ紹介しましたよね。まず調味料を紹介したり、あとは卵焼き、唐揚げ、ハンバーグ、カレー、肉じゃが、生姜焼き、きのこパスタ、そして炊飯器を使った料理っていうので、日本の家庭料理、日本の家でよく作る料理っていうのをいくつか紹介してみました。で、料理って本当に無限ぐらいあって、レシピも本当に人それぞれなので、家でこれよく食べてるな、あまり食べてないなっていうのは本当にその家庭ごと、その人それぞれ違うと思うんですけど、私が挙げた全部は、日本人なら誰もが家で作ったことがある料理なんじゃないかなって思います。なので皆さんも、日本旅行行った後、日本料理うまかったな、何か家で作ってみたいなっていう方はね、ぜひいろいろ調べて、まずは調味料を買ってきて、いつでも料理ができるようにしてみるのがいいかなって思います。今回は料理について話してみました。料理が好きではない人、あまりしない人だったら、はいはいっていう感じかもしれないですけど、料理普段よくするよ、好きだよっていう方はね、そして作ったことがないものがあったら、ぜひ一度何か作ってみてください。こう知らない料理をね作って美味しいってなると結構テンションも上がるし、やる気も出るし、自分意外と何でもできるじゃんみたいな感じで、こうなんかスキルアップした気分になれると思うので、普段いつも同じもの食べてて何か違うものを食べてみたいなっていう方はね、まず調味料を買ってみて、そして何か一つ日本の料理挑戦してみてください。で、また皆さんが作ったことある料理があったらぜひコメント欄で教えてください。そして皆さんの国の家庭料理など家でよく作る料理とかあったらぜひね、それもコメント欄で教えてもらえたらなって思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこの動画をサポートしたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。すでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。
皆さんのサポートが大きな力になっています。ありがとうございます。では今回はここまでにしようと思います。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。皆さん今日も一日元気にお過ごしください。それでは。